着てきた人いて、T シャツ？そうあーってなって、それは嬉しいでしょ。そうめっちゃびっくりしたし、変態豚野郎って書いてる T シャツなんですよ。よろしくお願いします。お願いします急に始まる今日も内田俊之介が来てます。見るの通り、アニメエキスポって書いてありますね。アニメエキスポそれにカタカナで書いてありますよね。アニメエキスポのための T シャツですか？そうです。オフィシャルとコラボして作ったやつ。おなので公ー。式のちゃんとロゴが入ってます。あ、じゃあそういうキャラクターのキャラ表とかもらったんですか？もらいました。それをもらってそのキャラクター、そうキャラクターを自由に描いて、自分の好きに描いてみたいな。青と白かっこいい。欲しい。もう手に入らないです、もう売ってないです。これが本当にアニメエキスポ限定だった。そう限定です。4日間しか売ってなかったです、いろんな面白いデザインも入ってますよね。これキツネ的な、そういう面、これもキャラクターなんですよ、そのアニメエキスポ。あ、そうなんだ。なんか2つなんかマスコットがいて、なんかウサギちゃんと猫ちゃん。あ、キツネじゃなかったんだ。キツネじゃない失礼。そう、ただ男性でハットかぶってる人がいるので、ハットの絵とか。エキスポのキャラクターなのに内田っぽい。そう内田バージョン。いいね。で、どうだったんですか、アニメエキスポ？どうだったんですか？アニメエキスポめちゃくちゃでかいですね。あれ初めて海外でこういうエキスポの、でもそうじゃないんだよね。違いますね。でも今まで出たイベントの中で一番でかい。そのナポリコミコンとかジャパンウィークエンドとか行きましたけど、イタリアとエキスポとコミコンは何が違うんですか？わかんないですでも同じじゃない？同じですかね。言い方じゃない。でも本当大きさが全然規模がもう本当に違って。じゃあエキスポはでかかった。でかい。でかいです。とても。3日間ですか？4日間あるんですよ。4日木金土日の4日間。でも漫画ライブペインターとして4日間の方がいいよね。もっと時間があってでかい漫画が描け。でも今回その自分の絵がチャリティーオークションで売られちゃったんですよ。そうだからそれのオークションがもう4日目の午前中に始まっちゃうので、3日目終わってないのに。そうなので3日目で全部終わらせたんで、ほとんどオッケー。そうで写真だけ撮っといて、でオークションでそれなんかやってる間に残りちょっとだけ書き足してとか仕上げをやってて、なるほど。そうじゃあ4日目は仕上げとかしてちょっと回りできたんですか？回んなかった。じゃあなんかそうやっぱせっかくなのにそうなんです。全然見れなくて、でも書いてないとやっぱみんな寄ってこなくて。そうね。やっぱだからその T シャツとか売ってたんですけど、売ってた人たちもちょっと内田さん書いててって言われてちょっと振りでもいいからちょっとやっててみたいな言われてはいって言ってずっと書いてるみたいな。ロサンゼルスでアニメエキスポの今回の漫画ライブペイントはどんな絵を描いたんですか？どんな絵を描いたんですか？サイバーパンクとして。サイバーパンクのバトル漫画ですね。なんか3人なんか出てきてて、1人が女子高生普通の、で残り2人がサイバーパンクの戦士みたいな。その戦士がその JK 女子高生を魔物から守ってるんだけど、最終盤に結構その2人がやられちゃって、で女子高生がマジもうピンチになった時に、女子高生がまさかのまた戦士の3番目の戦士だったみたいな感じで、最後バーンって変身して終わるみたいな。これは全部一つの漫画ライブペイント画像に全部話入れられたんですか？入れた。素晴らしいね。セリフは入れてないので、だからもう状況で分かるようにして、で今回一番でかかったんです、今まで描いたやつ。そうなんですか？過去最大の横にすごい長くて4メートルちょいぐらいあったんですかね。一番でかかったですね。あれなんかこの前スペインだったっけ？なんかヨーロッパのどっかで帰っててでかかったんだよね。そうイタリアが今まではそう1個前の4月に行ったイタリアが過去最大だったんですけど、それを超えてそれをさらに超えてめっちゃでかいってなってて、今のペースだとどこまで来年はどれくらい大きくアイフェルタワーそうやればやるほどどんどん大きくなってますね今。でも時間がかかるでしょうね。かかる。でどれくらい難しく
感じたんですか今回。でも時間とか難しさでも割と余裕だったんですよ。 OK よかったよかった。なんかそう1日目が一番大事なんですよ、だいたい1日目でどこまで進めるかでその今後のスケジュールめっちゃ変わってくるので1日目は本当にめっちゃ早く描くんですよ。だからちょっと雑なんですよ絵が。まあもちろんそうで2日目ぐらいで、これぐらいで3日目でほぼ完成になってで完成した後に4日目に1日目に描いた雑のところを補修していくみたいな。そうやっぱ雑なんですよ雑だし書き込みも足りないからっつってそう4日目にちょっとそこを修正してだいたい予定通りで終わりました。雑って言ってるのはその鉛筆緑の鉛筆もうペン入れのもうペン入れいやペン入れてますよじゃあペン入れてそれでもあれどういう風に補修なんか書き込みが足りないみたいな黒塗りが足りないとかなんかそういうシワが足りないとかディティールみたいなのかですけどすごいね。そうやっぱそれをやっぱバランス見るとやっぱねちょっと違うので、で海外のお客さんとかもちろん多分日本人も少しいたかもしれないけどいやほとんどいなかった。ほとんどいなかったですね。本当に日本のなんかコミケとゲームショーとコミコンが一緒になった感じでした、アニメエキスポが全部一緒にやりましたみたいな。日本はありえないよね。ありえない近いのはニコニコ超会議かな。そうっすね。近いかな。でも、いややっぱりそんな挑戦はしないでしょ。してないですね。コミケ感も結構あるんですよ。コミケは大きいけど、やっぱりアニメもコミックもゲームも全部同時にやろうとしてないでしょ、ね。そうしてないそうだから本当にコミケとゲームショーと東京コミコンが本当に一緒になったイベント。毎年ゲームショー行ってるのにもうゲームだけでもう十分混んでるし。そう全部回れないですよ多分アニメエキスポ。じゃあ日本のイベントと比べて、アニメエキスポはどんな感じでした？お金かかってるなって感じお金かかってるのとレイヤーさんコスプレの文化が向こうは日本と全く違ってどういう風にオープンだから家から来ていい更衣室が多分ないんですよ。じゃあやらなきゃ。そうだからもうそうホテルからとかもう道歩いてるんですよ。もうナルトとかサスケがもう普通にオープンなんですよ。日本は絶対その絶対スーツケース持ってそう会場内で着替えて会場内でもう普通にして出てくみたいな、公共機関は絶対ダメじゃないですかコスプレしちゃ全然逆もう自由に来てみたいな好きな格好を自由にしてきてみたいな。私もちろんアニメエキスポは行ったことないけど私の経験だと多分ロンドンの多分3日間で5万人くらい人がいたんだけどコミケ日本のコミケは3日間に50万人から全然違うよね。20万18万人とか来ちゃってるからそう漫画ライブペイントと自分のiPhone ケースとか T シャツとか販売してたんですか？販売してましたね。で面白かったのが私そのインターネット通販もやってるんですよインターネットで、で海外のエッツィだっけ？エッツィやっててで海外にもやっぱ発送してたんですよアメリカとか。したら着てきた人いたよ。T シャツ？そうってなってそれは嬉しいでしょ。その場で私は持ってきてないデザインで私しかその時着てなくてこのデザインは今私しかないと思ったら いてみたいなその T シャツってなって通販した人だと思ってめっちゃ面白くてどこでみたいな見たことだからその後そういう人インスタグラムにその上げてくれてて通販したやつを、私見たことあった人なんですよ。買ってくれた人上げてくれてるありがとうみたいな感じでこういいね押してその人がそこにいてみたいなみたいなすごいってなった。なんか特別な言い方あるよね。英語だと IRL って言ってる In real life In real lifeそれがインターネットで会った人をこういうアニメエキスポとかで会うときに IRL っていう発音がいいその特別面白い経験だね。めっちゃびっくりしたし変態豚野郎って書いてる T シャツなんですよ漢字で私に触るのは変態豚野郎みたいな感じで書いてある T シャツなんですけど
変態豚野郎じゃんみたいなみたいな。そうすごいね。自信持って着れるね。自分でデザインしたのに。そうめっちゃ嬉しかった。よかったね。そうよかった。それはありがとうございました。その人とどんな話とか話してました。英語はほとんどできないからもうほんとセンキューソーマッチみたいなハッピーみたいななんかインスタグラムで上げてくれたよねみたいななんかそういう。じゃあこれからいろいろなんか英語の勉強をするから。そうするとなんかもっとファンと話ができると嬉しいよね。インスタグラムですごいメッセージとかコメント来るんですけど全部英語なのでいつもいいねだけ押してて返してなくてそうですよすいませんって。そうね。あれインスタとか YouTube コメントなんか長押しでコピーできるのかな。なんかできないアプリもあるよね。メッセージはできるんですけどコメントはコピーできないんですよ。なんか削除しかできなくてなんかそうできないからすごい困ってていつも。じゃあ別携帯2つの携帯持って1つのは Google カメラトランスレートこうやってできるのかな。一回そう本当に知りたいのはスクショしてそれを画像アップ翻訳そうできるんですか。できるできるんだ。 Google でできます。その画像選択そうめんどくさかっためっちゃめんどくさかった。やっぱり時間がかかるならやらいいねいいねでいいか。そうありがとうって思いながらいいねみたいな。これから英語が勉強少しずつ分かったらいい話ができるかもしれない。いたんですよね。いたんだ。その伝説の大友克洋さん、アキラを描いたアキラ見て漫画家目指しましたみたいな話した時、それこそ変態舞台を着てたんですよ。それわざとそう自分が一番目立つ。そしたら大友さんがそれを見てそれ君描いたのって言ってくれてそうなんですよみたいなこれ描いたんですよ